ナイス。そう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 。切り応えがよくちょっと乗った上から来ました。で沈んでから蹴り上げると、これそっか、蹴らなくても蹴りになっちゃうんですね。まさに片足で。そう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 。本当だ。硬い硬い硬い。これちょっと角度変わると。こんにちは、空手家工芸です。今回も、格闘技ドクターであり、僕が、格闘技関係者にお勧めしたいこのですね、パフォーマンス医学と、ドクター F の格闘技学で、こちらの著者である二重作拓也先生と今回も、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回は、パンチについてそうですね、もういろいろ深掘りさせていただいて、深掘りしたっていうか深く掘って教えてもらったみたいな感じだったんですけども、今回せっかく、お会いしたんで、前回もちょっとローキックやりましたね。KO の解剖がそうですね。でローキックを教わったんですけど、正直僕コラボとかいろいろしてるんですけど、やっぱり空手家にローキックを教えるよって言ってくれる人ってやっぱなかなかいらっしゃらないですし、他の競技の人にそのローキックを習うってことはほとんどないので、やっぱりその医学的視点を持ってでもともと空手家でっていう二重先生に今回またローを違う視点というか前回と違うものを教われたらなと思うんですよ。わかりました。ローキックファン多いですからね。そうなんですよ。いくつになっても蹴れる。そう、僕のチャンネル結構実はおじさん先輩方人生の先輩方がわかりました。今回は先輩方にローキックをぜひ共有させていただきたいと思います。あとで僕のやり方みたいなところも入ってしまうので、ローキックって千差万別というかシチュエーションによっても蹴り方によってルールによっても、あとはリングかマットかで全然違ってきますよね。なのでその辺もね上手にアレンジしていただくという前提でいいですかね。はい、お願いします。お願いします。じゃあ早速お願いします。じゃあ、まず、僕がねいろんな選手を見るときに、最初にやっていただく、どんな感じで蹴ってまず拝見させていただきます。じゃあコケさんのローキックを見せてください。空で見ちゃいます。じゃあ空でいってみましょうか。なるほど。じゃあ僕ちょっとミット持ってみますね。どうぞ。出てきてます。なんか教えることないみたいなと言いつつ、ちょっとだけもっといけるねっていうのが見つかっちゃいました今。ぜひぜひ。今体の動きをあえて言語化するとどういうふうに体使ってますか。ゆっくり蹴りながら説明してもらえますか。左足をこちら斜め方向にちょっと向けて、ここに対して回旋させていって、少しだけここに大事に乗せながら乗せながらスナップ化して素晴らしいです。本当に素晴らしくていい蹴りだろうなと思います。ただこれあと20年後に同じ力出せますかっていう問題が当時出てきます。やっぱりコケさんのやっぱり筋力、体を使っての蹴りなんですね。なので体を回旋させるっていう蹴りでしたよね。そうするとですね、ちょっとだけね、ちょっとこれいじってみたいと思います。ローキックを練習するときにローキックの練習をしないっていうのが実は重要で、ですね、まず構えます。で後ろ足に乗る、100乗る。次前足に100乗るっていうこの練習を先にやってみましょう。なんで、後ろ前、後ろ前の時に、前に行く時にぐしゃっと落とします。ぐしゃっと落とします。後ろで 100% であんまり力が逃げないようにちゃんと下っちゃった感じで後ろ100で前にこの前屈立ちガツンと乗る。これをもう一回繰り返します。後ろ前これ前に荷重した時に後ろ足が浮くように浮かしちゃってそう片足この練習を実は先にやってきます。蹴る前にでこの中にローをはめていくんです。ちょっとミット持ってもらっていいですか。これで何が起きるかというと体重
重力をあまり使わない蹴りってこうなっちゃうんです、音はします。これ体回してません、僕回してるんで重力方向のパワー使えてないんですよ、重力のかかり方一緒なので、これに後ろ前をやっといて、この後ろの前の動きの中でこうやって落ちていくように蹴っていくと全体重がちゃんとここに乗ってくれるっていうツボですね。後ろ前、後ろ、なんならこれって、もうちょっと飛んで着地して落ちるときにここに乗る、そういうことです、なのでイメージとしてはですね、体が残って足で蹴るっていう運動イメージから、そうじゃなくて足が、ここからそう抜けてきて、ここにジャンプして落ちて乗る、そう次ちょっと持つのが怖いんですけどちょっと最初ゆっくりイメージ軽めでやって1と後ろ前そう後ろそう起きてきた後ろそう後ろそう後ろはい後ろはいいいですか、はいどうぞ後ろ後ろナイス、ナイス、そう切り応えがよくちょっと乗ったら上がやる気がした明らかになんか、こう乗ってる感が出てきましたね。出てきましたね、僕も受けてて最初はなんか面なんていうかな、こうボートのオールで叩かれるような感じだったんですけど、今は点でぐしゃって纐纈さんが乗ってきてる感じでしたね。なるほど、なんか蹴り応えが明らかに違いますね、足に乗ってくる感触が。そうなんですよ、それはあくまで足がですねこう触れてもらって、これがブリッジになって、あくまで蹴ってるんじゃないですよね、これが単に橋渡しになってる、で橋に全部が、そうこれは効くよねっていうとこですね。なんか見通しに二人先生の足の感触がなんか足にあるすごいことです。それも僕もでも受けてても感じます。足も骨がぐさって入ってきてるなっていう感じがしたので、これは例えば俺の選手でいうとピーター・ラッチがこういう蹴り方をするんですけど、こう構えててこう構えてて、例えば相手がなんか蹴ってきたとか殴ってきたみたいな感じでパッと後ろ足に体重をしてスポーンとこう落ちていく、これはもう後ろ前にこう移動するのを蹴りに変えていくっていうことをやってましたので、これはもうこんだけですよね、最初そうこんだけですここをですねやっぱりこうタイトにこう上手に体を乗せるっていうことをやっておくと結構面白いというか、でこれ実は組手の全般的な話になっちゃうんですけど、両足で立つってないんですよ、本来は、両足で立つってどういうことかっていうと、僕ら歩いてきてまして、歩いてきて止まる瞬間に両足になります、ということは戦いが始まっている時に両足で立ってるっていうのは本来はもう止まる準備を脳がしてるってことなんですね。なのでそうならないと常に片足片足で動いてれば、ステップワークもうまくいくし、ローキックも前足上がった状態の時に、この時にこういう時に使う、だからこうやってリズムをこう前後で刻んでればローキック行くタイミングもこれリズムで作ってるんでっていうことになりますね。じゃあまずは最初ちょっとオーバーにこういうので覚えていって、最終的にはこの小さな動きだけど同じことをここで、そうですね、さすがそこです面白いあとはですね、重力方向に体を使えたかどうかっていう感覚も重要ですね。強く蹴れたっていう風な感じだと、結局蹴りのベクトルとその反作用だけで自分の蹴りを評価してませんか。今の効いたサンドバッグバコーンいいわ、俺のローキックいいわみたいな
自主トレ、僕も現役時代そうだったんですけど、音とかで判断してたんですけど、音は貸すって言っても、今体重乗ったな、片足に 100% 今乗り切ったなっていうふうに自分の感覚を作っていけば、本当それがいいので、それでもう一回前足、後ろ足、例えば前足、後ろ足、この練習いっぱいしましょう。そう前足100度の100そう一番で、ちょっとこれおまけでやりますけど、前足100乗せてでパンチ出して、これ押されても下がらない立ち方をやってみて、こうして100にする、100% 乗せますね、僕やってみますけど、これ 100% 乗せるじゃない前足で、これを押しても大丈夫なパターン立ち方ってあるんですよ。へえ、片足で。そう押していいよ。本当だ、硬い。これちょっと角度変わると持っていかないです。これは前屈立ちっていうので作るんですけど、前屈立ちするでしょ。前屈立ちで頭の高さを変えずにググっと前に持ってきて、後ろの足が上がるかな上がらないかなっていうところないですか。これ一番きついでしょ。でこのきついところで押されても大丈夫なんですよ。こっちでもいいです、こっちもストレートでどっちでもいいですか。ほらこれで片足で立てれば最強なんですよ。片足で全部支えてるから、ここの角度が一番強い角度だよって自分で分かっておく。そうするとパンチ打つ時もさっきの角度をちゃんと通せば、それはパンチ負けないってことになるでしょ。要はこれでも支えれるわけだなって。そうこれよく前押さえて後ろ足で頑張っちゃう人いるんですけど、これ逆に言うと全部で体支えなきゃいけないから大変なんですよね。これでもちゃんといけるようにやれば強くなりますよね。で今みたいに構えます。後ろ前後ろ前、この流れを作っとけば、ローキックもスッと蹴れるし、後ろ今度落とし込む感じですね。これも同じ使い方ですね。そうですね。この時はこの形を作れる。そうもうこれで、この時その形を意識的に前にいた時に作れるようにする練習をここでする感じ。そういうことです。だから全てのベースになる練習をこうやってやっとく。これをパンチにも生かして、ローキックにも生かしてっていう感じです。これをしとけばだいぶ楽ですね。なるほど。これでもうベースができちゃうんですね。そうです。そのためにね、僕ら前屈立ち練習したり、あと後ろに行った時こうやったらやっぱ安定しないんで、ちょっとこう股関節を内旋して後屈立ちっていうのをこうやってでやるとこう前屈立ち後屈立ちってこう行ったり来たりをするっていう、行ったり来たりする中に技が入れば一番効きますね。じゃああれですね、もう空手やってる人がこれをイメージしながら、前屈立ちと後屈立ちの練習をしないともったいない。小毛さんがちょっと一回実験しますけど、構えます。後屈立ちしてもらって、後屈立ちで前足上げれるっていうことですね。後屈立ち前からさっきの前屈立ちのポジションにするっていうこの練習をかなり正確にやります。かなり正確に。これ一番前足に乗った時に最強の立ち方ですね。で、後ろ足乗った時は前足上げて、これも後ろに行った時に一番これ最強の立ち方なんですよ。この立ち方を自分で行ったり来たりする。行ったり来たりして、そこでジュースとかここすねブロックする時もこの状態で、後ろ足ちゃんと支えた状態で受ければ持っていかれないでしょ。ここはパランとなってると簡単に持っていかれる。受けてるのに意味がないになるんで、ここしっかり立って、ちょっと地面を蹴ります。ちょんと地面蹴るとすごい足上がりやすくないですか。これ足重力に逆らって上げちゃダメです。つま先で地面を蹴ると、でその後ドンでかい。パンでローまでいきましょう。パン後ろパンチローまでいきましょう。カットで全部この3つ全部つながりますね。後ろ足で立つ、それから前足で沈む、後ろ足で立つ、これキックでも一緒ですね。多分蹴りやすいでしょ。
ょ。そうですね、もうなんかこういう流れでいけばいいっていう感じですね。そうハイキックちょっと比べてみましょう。構えた状態で止まってハイキック蹴るとちょっともさってなってますね。これも、はい、後屈立ちからのハイキックだとそう切りやすいです。違いますね。そうはい、おー、ありがとうございます。あとは今度は先ほどは、重力の使い方を、なんていうかな、山形に使いましたね。はいはい。山形に。はい、今度は逆に U の字、はい、U の字に使うとどうなるか。はい。人間って歩くときに必ず頭とか骨盤が上下してるって知ってました？あんまり意識してない。ちょっと歩いてみましょう。はい、歩きます。こうやって歩きますね。はい。歩いている時って必ず頭と骨盤がちょっと下がるんですよ。はい、ちょっとこう幅広げてそうすると分かりやすい。すげえ分かるでしょ。はい。そうボンボンとなりますよね。これ意外に普段意識できてないですよね。ですね。でも格闘技の動き、武道の動きっていうのはこういうのを普段やってるやつをちょっと取り出すとすごくうまくいく。なので構えてインド内側の大きく蹴る時っていうのは頭を一回骨盤を一回落とすんです。ズーンと落とさずにまず蹴ってみますね。こんな感じの蹴りになると思います。あんまり効かないでしょ。でも落ちると落ちるとおーってなりますね。なのでちょっとインドでね、ちょこんと足の筋力だけで蹴るとちゃんとじゃあゴツンと前屈立ちを一回作って沈んでから蹴り上げると、これそうか、蹴らなくても蹴りになっちゃうんですね。まさにそうなんですよ。空手修行されてる方多いと思うんですけど、なんで前屈立ちやんねんと心の中で思ってる人は多分5万人ぐらいこれも一瞬入れるんですね。この構えの中でこうやって蹴ったら効かないけど、一瞬前屈立ちを作ると実は体重が落ちて上がるから、自分の体がバウンドしたのを反作用として蹴っていけるよっていうテクニックになります。これいいのを蹴ると分かりやすいですね。分かりやすい。別にそんな強く蹴ろうと思ってなくても、なんかこうやって足上げたら蹴りになっちゃうって感覚があるんですね。じゃあそれでナパスからぜひこけさの動きをみんなに教えてあげてください。ずしん。そうですね。ちょっと歩を進めるといいかもしれないですね。パッと完全にステップ。ナイス。で、左も一回こっちに乗ればいい。左はですね、前足でやる場合はですね、一番いいのはこの足を出すときに、ちょっとこっちに出すとき、ちょっとだけ出して沈んで上がる。沈んで、ノーモーションでやりたいときはこの歩を進めずに沈む。こっちにポンになる。後屈立ちで後ろでもいいです。後ろで沈めてこっちで上げる方法もあるし、こっちに沈めてあげる方法2パターンあります。どっちに沈むかは自由です。こっちに上がって下がって、こっち、例えば後ろ足に沈めて蹴ると、後ろ足をゴンと沈めてこの解放する力で蹴る。これはかなりノーモーションで蹴れますね。それからこの前足に乗せ替え、こっちの股関節を折って蹴るとか。そうこれは、これね、どっちが得意って結構あります。でもどっちもあれですね、こうやってやるから自然と蹴れるって感じですね。これが美味しいと蹴ろうっていうよりはなんか自然とその動きができちゃうって感じになる感じ。おっしゃる通りです。技っていうのはその前に何やったかなんですよ。なので、例えば右の股関節を屈曲したら、それは当然ここ屈曲してるわけで、このハムストリングスとか大臀筋とかグッと伸長されますね。この伸長反射を使って蹴ることになるし、こっちをやれば今度こっちを使って蹴ることになる。見た目は同じなんだけど、選手によってこっちが得意な人とこっちが得意な人と、あと使い分けちゃう人と3パターンいますね。ありがとうございます。ポケさん、インドで、インドの体の使い方もう一回やってもらっていいですか。じゃあ前屈立ちを作って奥足を蹴って、ナイス。この体の使い方っていうのは体を重力方向に落としてあげるってなりましたね。これ横から見たら V の字とか U の字でしょ。これめちゃくちゃ応用効くんですよ。今のもう一回インドですね。今のインド。
これ膝蹴りに変えましょう。はい、前屈立ちで膝蹴り、ここでグッと上がってこっちでいいですかね。そうそう、ドン、そうこれからじゃあボディパンチに変えましょう。左の突きに、これも前屈立ち1回作って体を跳ね上げながらパンチ打っていきます。こっちです。こっちも右ですね。ごめん、右にします。こっちを、ボディストレート、それともボディアッパーにします。アッパーですか。はい、下付けですね。こっちで乗ってそう、はい、ナイス。ちゃんと前屈立ちを作って落ちて上がる。そう、はい、これ膝蹴りも同じ。そうで、インド、蹴らないですけど、インドも同じですね。がっつり落としちゃって。落としてそう。これをやっとくと、もうなんていうか、ここ構えてこう落として上がるっていうところで、ここまでやって技を選べます。なるほど。動いといて、こうやって離れた、近づいた膝蹴り、遠いパンチっていうふうに、途中が同じなんで、はいも同じ意見です。そう、ナイス。そういうことです。そう。さっと落ちる。そう。落ちた相手の反応を見てください。そう。こっちも反応してしまうんで、それに合わせて技を選ぶ。ナイス。そう。これができると、組手の中で技に反応させずに、体重の移動に反応させる。こうやって、ちょっとやってみましょうか。分かんないでしょ。みたいな。与える情報が多くなるんで、相手がパニクりやすくなるっていうのはありますね。すいません、ちょっとてんこ盛りになっちゃう。今回もてんこ盛りで。ありがとうございます。こういうことに気をつけてたら選手生命もっと伸びるよとか、いくつになっても動けるよって一番それが幸せじゃないですか。格闘技って実は反作用のスポーツなんです。なので変なフォームで打つと肘壊すし、肩甲骨が外に向いてないと変なところになっちゃうんで、腰を守る、ところで非常に大事になってくるんですけど。ありがとうございました。ありがとうございました。今回視聴した方には伝わってると思うんですけども、こちら、ドクター X の格闘技学と、パフォーマンス医学、こちらに、今回こちらに記載されているものの中からちょっとピックアップしていろいろローキックに関しては教わったんですけども、これこっちに関してもいろいろ KO の解剖学でボディ編とかローキック編以外の顔面編とか、もういろいろ載ってますし、こっちはもう前回いろいろでも今回もちょっと入れてもらったんですけど、脳ですね。脳を変える、イメージを変えるだけで人間の体の出力が変わるとかってめちゃくちゃ面白いんで、本当今回、気になった方は概要欄見ていただいて、そちらからぜひ本当これぜひ手に取ってもらいたい本なのでおすすめですんで、ぜひこれ手に取ってみてください。実はフォーケスさん出てるんですよね。こちらで、じゃーん。コーケス先生、推薦してくださってます。ありがとうございます。他にもね、ビッグネームが本当にビッグネームがわらわらいます。デビューダコスさん、もう極真のレジェンドがもう本当にありがたい限りです。グッドリッチとかね、ありますね。本当皆さんお勧めしてますし、絶対買って読んでもらったら、特にこっちに関しても格闘技やってる人はもう必須って言ってもいいぐらいの内容になってますんで、ぜひ手に取ってみてください。なんか知ってるだけで全然変わるってもう山ほどあるじゃないですか。そうなんですよ。本当知識とかが変わるだけで、見えるものが全然違ってくるんで。そうなんですよね。それをなんか僕だけで止めとくのはちょっともったいないなと思って、レントゲンとか撮って、そしたらやっぱりコーケさんみたいな勉強しながら強くなってくれる方にリーチしたっていうのは嬉しいですね。面白いですね。これからもいろいろぜひ研究していきましょう。ありがとうございます。じゃあ締めちゃっていいですか。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるのに役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますので、チャンネル内容がいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して、体か高血と一緒に強くなりましょう。お願いします。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。
僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に